車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日はハリアーハイブリッドのグレード G に乗っています。2024年式でまだねオドメーター5000キロの車です。今年登録の車ですね。でね、ハリアーっていうとね、グレード S というお得なグレードがあったんですけれども、ハイブリッドの S はねどうやらなくなっちゃったみたいなんですね。この車のことを調べてて、自分も知ったんですけれども、2022年の10月に1回目のマイナーチェンジが行われて、でその後、2023年末にグレード S がねなくなったそうです。すごくお得でね、ユーザーにとってはすごくいい選択肢の一つだったんですけれども、それがなくなって、G と Z、この2つに、なっていますね。ガソリンモデルの方は S がまだ残っていました。で今日の G は、お値段が410万円です。今までのサイレンカグレードだった S が370万円だったんですね。それから比べると40万円ほど高い計算になりまして、でもねハリアーに求めたいような装備がねいろいろついている、結構ね贅沢とも言えるような上級 SUV らしい装備がね嬉しいグレードです。具体的にはそうですね、ハンドルがハンドルが電動のチルト&テレスコになっていたりとか、あとリアのねパワーテールゲートが標準です。でパワーシートはね運転席だけパワーシートという形なんですけれども、本当そのくらいでしょうかね。立派なグレードで S ともね結構乗り味違うと思います。この前自分たちがねガソリンモデルの2024年式 S というのを取り上げさせていただきました。でハンドルのカット特性とかでね、ちょっともうちょっとというところがあったりとか、でも乗り心地に関しては柔らかくて、しかもね伸び側が抑えられているような重厚感があったりとかね、ものすごくね今までのトヨタ車らしい良さというのかな、そういうのをいっぱい持っている車に感じられました。で今日のこのハイブリッド G はそれとはねもう全然印象が異なります。乗り心地そうですし、あと静粛性とかハンドル周りとかね、シートとかもね結構違いますね。ごめんなさい、ちょっとこれじゃあどっから行きましょうか。シートから行きましょうか。シートなんですけれども、このサイドサポートがね詰まってるんですよね。これぎっちりしてる。形だけのサポートではなくて、しっかりねサイドサポートと使えるだけのしっかり感がありますね。硬い。でこれが同じくこの座面の方もそうなんですね。この G ねなかなかスポーティーなと、車全体がね、そんなにめちゃくちゃ本格的なすごい車好きを狙ったような車ではなくて、もっとねおしゃれで都会的で、SUV で、それでいてちょっとラグジュアリースポーツみたいなイメージでまとまっていると思います。でそういうところがねシートなんかも統一されてますね。これはもう前後のシートともにいいです。フロントシートはねまずやっぱりサイズ大きくてね、前後長しっかりありますし、シートバッグもねもう不満ないぐらいのサイズがあります。肩甲骨から上の部分もねしっかり密着しますし、自分身長172センチでもうちょっと大きい方でも不満ないって言ってましたから、この辺りねまず立派で、あとねサイドサポートがね大きく張り出していて、で硬さがあるんですね。これは座面のサイドサポートもそうですし、あとシートバッグのね脇の部分もそうです。これがね柔らかいと乗り降り楽なんですね。でどちらかといえば安価な車というのはサイドサポートを張り出してはいても柔らかかったりします。でこのハリアーはね結構身が詰まってるような感じでねサポートがかっちりしています。硬いといえば硬いかな。この辺りやっぱり上級車種というところになるんでしょうかね。でリアシートも、人畜無害とか個性がないとかね、ただ柔らかいだけとかそういうなわけではなくて、座面長いですし、あと背もたれの部分にね縦溝が入ってるんですね。ボコンポコンポコンとしていて、山があって谷があってと、で短時間座るとちょっと背中に圧迫感があるぐらいの硬さで、硬いんですけれども、長時間乗るとねその山がね横の揺れをすごくね効果的に抑えてくれているというのがね分かります。体を支えてくれるっていうのかな。でシートバッグの
下の方もねこうまるでよくできたフロントシートのように盛り上がっていて、下の方の要するに腰の上あたりを支えてくれるところと、で背中の上のはこの縦溝がね横方向の揺れをサポートしてくれる。なかなかねいいなと思います。正確に言うとね好み分かれそうなところなんですけれどもね。で座面もね硬くてすごいねこう押し込むとボリュームがある、そうした硬いシートのクッション材を使っているようで、どうでしょう、自分体重60キロなんですね。で60キロだとやっぱり硬さを感じる。で座面の長さから考えてももうちょっとね体の大きい方にこうジャストフィットしそうなねシートだと感じています。であとねちょっと走る部分いきますね。内外装なんかちょっと別の動画で取り上げますので、走る部分まずハンドル周りいきましょうか。ハンドル周りがねやっぱりこの前乗ったガソリンの、グレード S とは全然異なっていまして、タイヤの違いもねタイヤサイズが1インチ違うのでその違いもあってかっちり感は高いです。こっちの方が高い。であとねもうそんなねちょっとしたタイヤの違い以上にホイールのオフセットも違うような感じというのかな、もしくはパワーステアリングの設定がもう全然違うのかってぐらいにこっちの方が、重くてどっしりしています。これはスポーツモードとかノーマルモード関わらずですね、ハンドルどっしり重くてそういった面の重厚感はある。場合によってはね疲れちゃうような時もあるぐらいですね。車全幅1855と結構大きいので、狭いとこなんかだと素早く切ったりね止まったままグッて切らなきゃいけない、そうした時にね、疲れるぐらいの重さではある。でもそうね広いところとか速度上げて直進する時とか、もしくはくねくね道行った時のね安定感っていうのはやっぱある程度重い方が感じられますね。で一気に切る時は滑らか、これねもともとハリアーの良さというかね、最近のトヨタ車らしい良さ、革の触り心地いいですし、大きく回す時のね滑らかさもいい。ただインフォメーションとかはね打ち消すようなタイプなので、細かいこう超本格派というよりは、滑らか運転を強くこう強調させているみたいなところかな。これがハリアーにはぴったりですよね。車によってはもっと求めるとこ違うねそういった車種も感じたりしますけれども、ハリアーにはねぴったりなかなと。ラグジュアリースポーツみたいなところがね。でねロール感とかも抑えられていて、というかかなり抑えられてますね。丁寧に切ってればその揺れ始めと揺れ終わりをゆっくりにすると収束が穏やかに乗っていると、あまりね揺れとか気にならない。リアシートに座っていてもそれ感じられますから、ある程度ね固めがお好きでしたらいいかなと。リアサスペンションがね結構ねこう固めなんですね。硬いまでいかないですけれどもゴツゴツ感は伝えてきて、そうね、細かなゴツゴツ感は伝えてきてというのか。でも大きい段差とかでねガッチンといった感じとか、サスペンションのシャシー部分の全体からかな、そういうカチャカチャした音とかも聞こえてこないので、固めで上質にまとまってるって言った方がいいか。そうだな、褒めすぎにならないように付け加えますと、ゴロゴロ感は目立ちますね。静粛性の話も含めまして、中高域の音がよくカットされていて、ドア閉めてねシーンとするような感覚っていうのはよく伝わってきます。それからエアコンの風量1メモリ目にしておくとかなり静かで、2メモリ目で普通の車の1メモリみたいな感覚でこの辺もね風量が抑えられていて、で中高域全般的に静か、シャーっていうような音はね、その代わりちょっとタイヤのゴロゴロ感みたいな音とかゴーゴーザーザーした下からの音っていうのはね、それなりに入ってきます。これがねエンジンのかかった時のゴロゴロ感、エンジンの存在感を打ち消してくれたりしてるので、また悪いとは言えないところがね、まとまりいいなと。やっぱり人気車でね高級 SUV、上級 SUV ですよね。今ハリアーより上のって今も昔も D セグメントの SUV っていうと、黒缶だったらランクル系が思いつきますけれども、あと他が CX60 とか今度で80とか
マツダ系になってくるのかな。あと C セグメントと D セグメントの中間みたいなところで CD セグメントなんて言い方される車がね、ありますけれども、本格的なサイズでっていうとやっぱりそうね、ハリアーかなり上級ですよね。お値段もね立派でもうクラウンと大差ないんじゃないかと、クラウンクロスオーバーぐらいのね感覚ですけれども、内装も立派で走った感じも結構スポーティー感が強くて、で単純に柔らかくてっていう車がね、柔らかいこそラグジュアリーだよと思ったらガソリンモデルの S、お値段が310だか320ぐらいですねであるので、幅広くねガソリンからハイブリッドまでで乗り味も違って、あとねハイブリッドの時 SGZ って3つあった時にはタイヤサイズもね3種類ありました。17インチ18インチ19インチとあってね、どこを中心にしてセッティングが煮詰められているのかなっていうのがすごく気になったんですけれどもね、ハイブリッドの S がねちょっと乗れなくなっちゃったので、今ねちょっとないということでね。で G ごめんなさい G の話でしたよね。 G ハンドル周りが、カト特性がいい。ガソリンの S の時にねこの辺軽くて少し切ったところで急に効きが強くなる、効きがクッとね効き出すところが出てくるとか、あと反応が穏やかだっていう話をさせていただきまして、そのあたりがねこっちはねもうちょっとこうシームレスっていうのかな、全体的につながる感じで重く回し心地重くて、統一されている。やっぱりそうですね、上級車種みたいなイメージ印象を受けるのは、自分はこっちかな。柔らかい方が好きって方が、多分多いんでしょうね。車好きな方ですとか、あとレビューされてる方とかね、評論家様とかは重くてどっしりしてるのが好きっぽいですし、自分もどっちかって言ったらそっちの方でも柔らかいのが好きって方の意見の方が多分多く聞くような、そうした印象です。で乗り心地はちょっとリアが硬めで、単純にねフロントシートリアシートって考えた時に特等席はフロントシート、全席です。で自分は運転席が一番いいですかね、このハリアー乗ってね。ブレーキがね、ブレーキが神経質なんでね、トヨタのハイブリッドも必ずどこかしらあって、最新モデルと、このハリアーの4年前デビューのこの世代比べてもちょっと違うんですね。プリウスとかクラウンシリーズが後から出てきて、であとシエンタもありましたね。その辺のハイブリッドとはちょっと違ってね、昔のトヨタのハイブリッドのみたいなブレーキなんですけれども、どっちもね新しいタイプも1個前の世代のタイプも得意なところ苦手なところが違うだけでね、どっちも一長一短。ここだけね気にすると神経使いますかね。であとはエンジンか。エンジンで言いますと、単純にパワフル。少しね加速優先の設計をされてるのかな。同じ A25A っていうエンジンを中心にしたハイブリッドシステムの中でも低速からのピックアップに優れるようなね印象を受けています。ただそうですね、本領を発揮するのは速度が上がってからですかね。40キロぐらいからの加速も力強いですし、もっといいところを味わえるのは7、80キロ、もうちょっと言えば100キロからの加速とかね、そのあたりが、力強いねと。で燃費がですね、夜こうやって走ってるとぐんぐん伸びてまして、ぐんぐん伸びてるっていうか、いい時でね、一番いい時で25キロを超えています。今スポーツモード固定でおとなしく走ってる状態で、23.8 キロが表示されています。ほんとね、タイヤ大きくて車重が1600キロぐらい、中級ぐらいのね重さがある車で、全幅も1855とかあって、そうですね、投影面積とか大きい車で、でコンパクトカーの純ガソリン車より優れた燃費で走れて、この辺りもねいいところですね。あと忘れてた。あとシフトセレクターにね S レンジがあって、マニュアルモードついてるんですよね。どういう原理か分かんないんですけれども、リダクションギアで2段ぐらいはギア比が変わるシステムだと思うんですね、最近の THS って。あとは分かんないんですけれども、 S1 から S6 までは
動かして確認ができています。今ね S3、S2 にするとエンジンブーンってかかってね、回転数ちょっと高めのところを保つようになりますね。これからちょっと山道の方に行って、朝方走ってこようと思ってまして、でそこでね、入り口でアクセル離してエンジン止まって、出口で踏んだ時にエンジンかかってから加速ワンテンポ遅れるっていうのが、トヨタのハイブリッドでよくあるパターンで、でもねこれでマニュアルモードにしとくとそこで気持ちよくエンジンかかったままコーナーの入り口から出口加速とねつなげていけるっていうのを、他の車でもね体感していますので、そういった時に良さ味わえるんでしょうかね。6段まであってもね、上の方はね、なんかトランスミッションがあるわけではないので、ちょっとねよくわかんないかなっていったところですね。自分使うんだったら3とか2とかの間でっていった感じになります。ちょっと今時速40キロ1にしてみましょうか。結構 4,5,000 回転エンジン回ってますね。聞こえるかな、マイク拾ってるかなこの音。マイク入ってきちゃう。2、普通にトランスミッションで1速に入れたぐらいの速度ですかね。40キロで 4,5,000 回転っていうと、そのくらいの回転数になるんでしょうね。でそうそう、このハリアーね A25A 型を搭載するシステムの中ですと、あんまりねエンジンのねブイーンという嫌な音が目立たないんですね。これちょっとねびっくりしました。全開で加速中もシューンという気持ちいい音の方がね多く車内に入ってきて聞こえるような、そんな感じです。でリア周りの共振する音もね目立たない、共振する振動かな。結構ねトヨタのハイブリッドの車ってリア周りの弱いところが振動の周波数によってはブイーンって一緒に共鳴しちゃったりなんかして嫌な振動を出す時もあるというか、今までねそれ感じてきましたけれども、このハリアーのハイブリッドはねそれがないから一つ快適ですね。でもそうですね、リアサスペンション固めでリアシートの乗り心地はそんなにいい方ではないので、そうね、フロントシートいた方が全般的にいいかな。静粛性もそうですし乗り心地も快適で、ハンドル握ればハンドル周りのねいいところがいろいろ味わえる。内外装とかは別の動画で上げる予定です。あと燃費の動画と、もうちょっとね走るに特化した部分、乗り味、足の動きとかに特化した動画も上げていく予定です。できましたらそちらの動画もよろしくお願いします。すいません、あとチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。